ごきげんよう、上川薫です。今回もまた少し動画を取り入れながらウクライナの情勢解説を行っていこうと思います。今日最初の話題は、ウクライナに対する戦闘機供与の話がいよいよ実現しそうだということです。日本の報道においてはどうしても欧米の戦車についていつ引き渡されるかといった話題の方が多いわけですが、即戦力として戦闘機供与がされるというのも私はもうちょっと取り上げて良い話題だと思っています。ただし引き渡される戦闘機は欧米製の戦闘機ではなくロシア系の戦闘機であるミグ29です。まずポーランドは来週にも4機をウクライナに供与することを発表しています。その後6機合わせて10機をウクライナに供与するとしています。そしてスロバキアも退役したミグ29、10機をウクライナに供与するとしています。こちらはポーランドに少し遅れるそうです。欧米製の戦闘機の場合だと、そもそもパイロットに対する訓練に時間がかかる。また、整備兵の訓練や整備パーツの準備をするなど様々なことがウクライナ軍にとって負担となります。一方でミグ29であればもともと持っていた戦闘機なので、供与されればすぐにでも実戦投入可能という面において、ウクライナ軍にとってはかなりありがたい支援となります。なお、供与が進んだ最大の理由は、ポーランドの場合だと、次期主力戦闘機としてアメリカのステルス戦闘機 F-35A で決まっていることや、スロバキアについて言っても、ミグ29を退役すると決まっていたからこそ、それらの機体を引き渡すことに問題がないと考えていることです。そしてこのような兵器供与に関しては、いずれは EU で積み立てたお金からある程度の資金を回してくれるという算段があるのでしょう。そして、ここ最近では黒海の公海上において、アメリカの無人機に対してロシア軍が当て逃げをして、これによってアメリカの無人機が墜落するという事件が発生しています。この事件に関してロシア側はアメリカの無人機が無茶苦茶な操縦をしていて勝手に海に落ちたんだという具合にして自分たちには何ら問題がないというアメリカ側に全責任があるとしていました。しかしアメリカがこのようなロシアの批判に対して映像を公開。ロシア軍の空軍機が燃料を撒き散らしながら無人機に対して浴びせかけ、また近くを飛行することによって衝撃波や乱気流を見回せるといった妨害行為を実際に行っています。アメリカの報道によるとこのような行為は2機のロシア空軍機によって19回行われたとされています。ロシア軍としてはこのような映像が公開されるとは思っておらず何もしていないんだなどと最初に全否定をしていたのはいつものその場で思いついたような非常に稚拙な言い訳だったと思います。さてそれでは戦況解説を少し入れていきます。戦争研究所の発表によると、主だった戦闘箇所はバフムト、そしてその南のマリンカやブフレダルといった場所へと集中はしているものの、全体としては少し落ち着いてきていると見ています。実際の戦闘画面として公開されているものとしては、バフムトの見回りを行っている歩兵、そして今日は地対空ミサイルによってロシア軍の戦闘機を撃墜することができたとウクライナ側が発表しています。また、それ以外では、ウクライナ軍の陣地を突破しようとしたロシア軍の最新型戦車 T90M が損傷してウクライナ軍に鹵獲されたという映像が出ています。なお、この鹵獲された T90M なのですが、完全に破壊されたわけではなく、ウクライナ軍の攻撃によって動けなくなってしまったがために、その後、乗員が降伏することによって戦車が鹵獲されたようです。このような戦車が短期で突撃するといった様子は以前からロシア軍もウクライナ軍もやっており、例えば今日同じく公開されたウクライナ軍の戦車の攻撃の様子です。これはドローンの偵察によってある程度ロシア軍の陣地に対戦車兵器がなさそうだなというのを見極めた上で戦車を送り込んだようです。戦車がロシア軍の塹壕陣地に近づいていって砲撃、銃撃を加えている様子です。そして現在戦線を支えるために各地にウクライナ軍の増援が駆けつけているところです。なお、このような前線におけるローテーションによって失われた兵士を補充するといった動きは各地で行われているわけですが、ここ最近戦争研究所の分析によると、ウクライナ軍もロシア軍と同様に多くの兵士を失っており、それに伴って前線にいる兵士たちのいわゆる練度が下がってきていることが問題化しているようです。アメリカの戦争研究所やイギリスの情報機関の分析によると、ロシア軍の攻撃は明らかに以前よりも鈍化していると分析されています。例えば、少し長い期間で見た場合において砲撃のその推移についてお話ししましょう。例えば、去年のルハンスク州セベロドネツ攻防戦において、ロシア軍による砲撃数は1日3万発に及んでいました。
つまり1ヶ月で100万発近い砲撃を行っていた可能性があるわけです。ロシア軍の激しい攻撃という意味においては、その頃が最も激しい時期だと分析されています。それ以後においてロシア軍の砲撃はだんだんと右肩下がりになっているそうです。去年の夏頃に1日3万発、そして去年の年末頃になると1日2万発、そして現在では1日1万発といった具合にして砲撃数は下がってきているのです。ただしこれを聞いてまだまだ多いなと思う方が多いでしょう。実際その通りです。まず第一に砲撃を行うそのための砲弾というのは基本的にはローテク、ハイテクノロジーのものではありません。ですからロシアのような独裁者に権限が集中している国において、さあ量産にかかれと指示をすることによって、このようなローテク製品であれば大量に生産することがある程度可能なわけです。このあたりは欧米の軍事企業などが国営企業よりもむしろ民間企業が多くって、さあ砲弾を増産しろといったところで、株主も目もあって生産ラインを大きく拡張するにはそもそも注文が入ってからじゃないと考えられませんよといった具合にして時間差が発生するのとはちょっとロシアと欧米の生産風景というのは違うものです。ただ同時にロシアにおいてそのようにトップの方からさあ作れと言われているにもかかわらず砲弾がだんだんと少なくなってきているというのもこれまた事実であり、ロシアの攻め疲れというのも顕著になっているわけです。また、ここでは砲弾の数という話をしましたが、同時に、その質についても非常に劣悪になってきているという話が出ています。これもまたイギリスの諜報機関の報告によるという部分があるのですが、ロシア軍はこれまで生産するだけではなく、昔からあった武器庫から引っ張り出してくるものもどんどん前線に送り出すことによって、激しい砲撃を行うことを続けてこられた。しかし、使い物になるものから基本的には出してきたのであり、どうもここ最近では、ろくに使い物にならない、もう見ただけでまるっきり錆びついているじゃないかといった砲弾も、どんどんと前線に回ってきているそうです。そのため、以前から不発弾はあったものの、今では不発弾の方が多いんじゃないかと言われるぐらいに、供給される砲弾や装填薬の劣化というものが著しく進んでいるそうです。ただし、そのような話があるからといって、じゃあロシア軍を侮ってよいという話では当然ありません。特に YouTube だと、話を単純化してとにかく過剰にロシア軍を弱い弱いと言い続けるようなチャンネルがすごく好評なわけですが、それは戦場における現実の二面性の片側だけを表現していると私は見ています。例えば、ロシア軍は人海戦術を多用することによって多くの兵士を無駄死にさせています。これなどは非常に下劣な作戦なわけですが、しかし受けて立つウクライナ軍にしてみれば、弾がなくなってしまったらそのような人海戦術に対しても非常に無防備になってしまいます。例えば現在バフムトがだんだんとロシア軍の進出を許しているその要因としては、人海戦術を多用されることによって様々な場面においてウクライナ軍側に弾がない、手榴弾がない、砲撃支援も足りないといった人海戦術が飽和攻撃として実際に機能した場面がたくさんあったからこそ少しずつ押し込まれているという現実があります。このあたりなぜそのようなことが起こるかといえば、そもそも論としてロシアとウクライナにおいては国力の自力にかなりの差があるからです。例えば GDP、国力という面においてロシアとウクライナは1対10、つまりウクライナ側の方が10分の1の経済規模で、またそれに伴って軍事予算で言っても10分の1程度しかありません。しかも現在戦場になっているのはウクライナ側であり、ウクライナ国内から多くの国民が外へと脱出して、さらに言えば戦場になっている土地も非常に多くなっています。ですから、戦争をする上で非常に不利な条件をウクライナ側が持っているわけです。もちろんそれを支えようとして欧米からの軍事支援が入っているわけですが、ここでもまた問題が発生します。それは規格が違うという問題です。ロシアとウクライナは同じくソ連構成国で、兵器体系は同じものです。しかし欧米製は全く別の規格として発展してきました。ですから、欧米製の兵器を供与しますよとなって、それらについての武器弾薬の補給がされたとしても、じゃあロシア製の兵器について武器弾薬が補充されるかといえばそういったわけではないからです。ウクライナ軍がもともと持っていた榴弾砲の砲弾が足りないとなった時に、じゃあアメリカがその砲弾を送ってくれるかといえばそうではなく、
アメリカが送った NATO 規格の榴弾砲に対する砲弾が送られてくるわけです。ですから、ある戦線においては充実した兵器があって、ロシア軍の攻撃に対して徹底的な反撃によって粉砕することができている場面と、一方において、ロシア軍の人海戦術が飽和攻撃として機能し、押し込まれる場面もあるわけです。さらに言えば、ロシア軍の使っている人海戦術というのにも、一つ理解しておかなければならない点があります。それは、使い捨てにされる兵士たちとはまた別に、ベテラン兵の装備は充実しているという事実です。これも先ほどの話に戻りますが、もともとロシアとウクライナとの間には国力差もあれば、軍事費も10倍以上の違いがあり、ベテラン兵たちには十分な装備があるわけです。ですから、スコップを持って突撃しろと言われる兵士たちがいる一方において、ベテラン兵たちは夜間装備や充実した防弾装備などを備えた上で戦闘に参加してくるわけです。しかも使い捨てにする兵士たちがどこから攻撃されたかなというのを見ながら、より安全性を確保した上での攻撃を仕掛けてくるわけですから、厄介さというのはこの上ないものです。以上のような事情から、YouTube のある特定のチャンネルにおいては毎日のようにロシア軍が壊滅するかもしくは部隊が全滅するかみたいな話がされている一方において、じゃあ前線ではウクライナ軍が反撃して全部の領土を取り返しているわけでもないのに、なぜそのような話になっているかといえば、そのような戦場の複雑さといったものが全般的に解説されていないからだと私は思います。なお、そういった意味ではこの動画の一番最初に出てきた MiG-29 のウクライナに対する供与という話を聞いた人の中には MiG-29 なんてとてもじゃないけどものすごい古い兵器でこんなものは役に立たないという人たちがいます。しかし戦場において大事なのはカタログスペックではなく実際に使えるかどうか、そしてどう使うかによってその活躍度合いは常に変わってくるということです。例えば、カタログスペックで言えば、ステルス戦闘機を大量に導入すれば、あっという間に航空優勢を取ることができて、それに伴って砲撃戦なんてちまちまやらずに、さっさと空爆で地上部隊を撃滅すればいいじゃないかと、ものすごく簡単に話を言う人がいます。そのような話が現実化しないのは何と言っても、現実と机上の空論とはものすごい隔絶した話だからです。例えば、今のロシア・ウクライナとの戦いにおいて、ステルス戦闘機を大量生産して投入するなどということは、基本的にはロシア側しかできないわけです。ウクライナ側も戦闘機は欲しいと言っていますが、ステルス戦闘機はくれないだろうなと思っているからこそ、F-16 のような非ステルス戦闘機の供与の話しかしないわけです。ところが現実どうなっているかといえば、ロシアはステルス戦闘機を作ったぞという話をしながらも、量産する能力は全くありません。だからこそ航空優勢が全く取れないわけです。そして、ステルス戦闘機を量産化できないかといえば、ハイテク製品の塊であるステルス戦闘機を作るには、結局のところ現在のような経済制裁下では部品が揃わないという問題が発生するからです。だからこそ経済制裁をされても自国内において材料部品など全て揃えることができるローテク製品による戦争を実施しているわけです。それは人間という何かの技術を必要としない戦闘単位と第二次世界大戦時にはもうとっくの昔に量産体制が整っていた砲弾といったものを使うことです。ある局面においてはロシア軍はとても弱いものなのですが、じゃあ戦争全体の構造を見た場合において決して侮れないという一見矛盾しているかのように見えて、実は現実を理解するためには不可欠な要素だというのをぜひともご理解ください。というわけで今回の動画は少し話がとっちらかったような気もするのですが、ロシアの戦争を理解するためには欠かせない一見弱そうに見えるロシア軍、その実態とともにそれでもなお侮ってはいけないというこの2つの理由について少し解説を行っていきました。話の始めとしては戦闘機供与連合についての話をしようと思ったのですが、このようにして話が脱線気味になるのも最後まで聞いてもらえると嬉しいです。それでは今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったらあなたの感想、コメント、評価ボタンのクリック、ぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。まったねー。